今日はまだ高井ちゃんプレゼンツということで、まだシャネルでございますよ。なんか今年ココさんが没後50年ということで、我々それにあやかろうということでシャネルラッシュということでね、映画も公開されますんで。そうだ、で今回はまだお修理の依頼をいただきまして、お修理ね、でこちら長財布なんですけど、まだホックがあかんと、でこのホックをただただ変えるってだけの、修理なんですけど、どんだけカムバックしてこのホックを取り外さないかんかっていうのを、まだ詳しく解説しながら皆さんに見ていただこうと思うところでございます。はい、では早速いきますか。はい、いきます。じゃあどうぞ。At least I'm breathing. I know it took. 今回はホックの修理なんですけど、オス側には別に問題ないんですけど、メス側の中のバネが一つ壊れていて、閉まらなくなってます。ということで、このまとめという最後のステッチをほどいていくんですけど、このまとめは2工程に分けられてて、この直線とこのぐるっとコの字型で分けられてるんで、ここの直線はもうほどかずに、ここのまとめを全部ほどいて、この両方のホックを変えていきたいと思います。だからできる限りさ、今回のポイントは元あるものをそのまま残したまま分解するというか、だからあっちこっちほどかずに必要最小限の分解でいくって感じ？直すっていうのがスマートなやり方じゃん。そうやな。そこ糸締まりと飲む。糸締まりいいな。シャネルなんかこの財布だけか知らんけど、ちょっとピッチを広めな気がする。なんでかな。最後で大体ピッチ細かいんだけど、At last I'm standing. I know なんかこの細いプラスチックが入ってる。これ貼ることによって、これフラップとかあこれるからで多分ここがしっかりするんやろな。僕もしゃべっております。そのオスホックはどうなの？オスホックの裏に当たるぐらい？いや、半分当たるぐらいから、多分このフラップがよれへんようにしてんやろな。プンってしてるような張りをも出してるんやと思う。これ使えますね、この技術。それプラスチック？プラスチックっぽいな。樹脂っぽい。これあれか、へり返しからそこまで伸びてんじゃなくて、へり返しの先についてることね。この幅だけだから言ったら、ここにこうあるだけ。なるほど。でそれが針も出せるようなやつか。これ使える、この技。このシャネルの模様の裏側はどうなってるかと言いますと、じゃじゃーん。これちょっとあんま見にくいんですけど、ここに金属のこの形の金具的なのが入ってて、それをこう型出していくみたいないう感じで、その図柄は表現されてます。そして芯が多いよな、かなりな。この芯の付け方がちょっと謎やね。真ん中で割ってな。何で真ん中がつってなんか使ってるうちにちょっとつってくるんかな、繋がってたら。でシャネルのそのシンボルマークの裏の芯は当たり出へんで要因とかやろうけど、これやろ、この硬いやつ、それプラスここしっかりさせるっていうダブルパンチやる。でもあれ目指すソフトの貼ってんの、その厚み出せるの奥に全体にか。全体に貼ってるね、これは。でちょっといくと、このなんでいいよ。アルバトロスロット101、これがロットで、製品番号か工場とかなんかな。で、2018年のエイプリルに作られたという粉が入ってました。もうちょいでメスホックまでたどり着けんじゃん。たどり着ける。この直線外してやっぱちゃんとホックの裏もなんかシール貼ってんな、当たり出へんように。貼ってます、ちゃんと。じゃあこのホックを両方外していきます。
でキック側もシールを剥がして、じゃあこのハンドプレスを使ってこのメス側のホックを止めていきます。このオスもつけていきます。でついたんでちゃんと止まるか。 OK です。であとまとめていいだけね、うん最後。じゃあこれを、フォーク変えれたんで仮止めしていきます。さっきやっぱりこの芯をちょっと外れかけてるんでしっかり止めておきます。服のデザインにそういうのあるそうです。なんか曲がるところはなんか真ん中切るみたいな、なんかそんな気がしてきた。そこ真ん中やし、曲がるとこなんか綺麗になるんじゃん。曲がるとこ切った方が。こう曲がった時にこうなるんかもな、もしかしたら。ああだからかな。だからその動くなんか服の考え方でありそう。もう丁寧に作られてるの、そう芯だけでも、基本的にハイブランドは芯をめちゃ対応するものなんです、プラだもんな。でしばし乾燥。乾燥でこの裏は再美容。じゃあここをまとめていくんですけど、返し縫いが見た感じ2往復してたんで合わせて2往復にします。2往復してんのは強度を増すためです。もういいとこ穴一つ一つ拾っていくっていうね、このテクニック。一つ一つ拾っていかないといけないんで、普通に、最初から作るよりこういうところもちょっと難しいです。まあ、貼るというか穴はさないいかんので、難しいですね。こ難しいこバーって抜かれへんし。なおかつ黒い生地っていうのはめっちゃ穴と糸が見にくいからめっちゃ慎重によくいってます。まあなわけで、始まりと終わりで T シャツ変わるっていう。 T シャツの色変わりましたが、制作してる時に新しい T シャツ着たんで、まあ、思わず着替えたと。そうでそれがこの感じやねんけど、これシャツさ、脱ごうか。こう見た感じこうスポーティー感分からない。これ実はスポーティー生地やんか、びっくりしますスポーティーすぎてでも今回ね最後に無事処理完了ということで、今回どうですか、やってみて。めっちゃ簡単かなと思ってんけど、ここ伊勢部分、こその禁断の第一カード、ここが急すぎて角度が小側の腕ミシンでいったけど、それでもきつかったんで最初ゴミのりでいってて、無理やったんでボンドに変えていって、しかもちょっと何時間か放置して乾かしてから行ったらいけました、まあ、放置したらにウィーワークいってきたから。そうでもかなり今回まだイタリアの、まあイタリーって言ってるんですけど、僕ら、イタリアの北部に返させていただいて、
で開け閉めかなりかなりしやすくなってしやすくなりました。まあそんな感じまだ、シャイの修理完了しましたが、まあ、ホック変えるだけで、まあ、結構戻るっていうね、でこの穴も拾いながら、バックしてなあかんので結構ホック一つも大変ですよみたいな感じのねニュアンスさえ分かっていただければなっていう感じで、まあ、この間どんどんまだリメイクまだやっていこうと思います。修理かハイブラン修理とかね、なのでまだ、今後とも見ていただけると嬉しいです。そうでした、さよなら。これで一つ思いついてんけどさ、これさ、シャネルの本物の財布やんか、でここホックがシャネルのやつなかったから、取り替えたやん今回、ででもプリムっていうこのイタリーのホックはハイブランドがよく使ってるホックなわけやんか、この状態で質屋さんに持って行って心眼してもらったらなんていう判断するんやろうなっていうのめっちゃ気になるんだけど、まあそれはもちろんこれは本物のシャネルの財布に違いはありませんが、このホック部分に関してはいや無理やろそれ、柏原にある工房でここだけ取り替えたと思われます。いや絶対無理やろ。多分どっちの判定するんやろな、偽物っていうんか本物っていうんか違和感なくいくんか。鑑定してもハイブランドっていっぱい種類あって、財布もかなり型いっぱいあるから、なんか点でしか覚えてないと思うねんか。そうやな。この財布にはこのプリムの、ホック使われているっていう先入観しかなかったら、この方の財布は、まだ別のこのホックっていう厳密に覚えてないやつおると思うねんか。なんで俺らは心眼するときどっちかって言ったらさ、そのパーツがどうとかじゃなくて縫製全体で見るやんか、それで判断するけど、質屋さんはそうじゃないと思うから、その辺ちょっと一回こういうの一回持っていってそういう企画もやってみようかなとちょっと思ってます。ちっちゃいカメラバッグなんか忍ばしてる。そう音声ぐらいにしようかなそれか。これはうちでは買い取れませんね、だから本物かどうかわからん時の返事の仕方、そうなんでですかって聞くやんか。でどう言ってくれるのかなって、まあうちの規定で買い取れるものではないのでって言ってうまいもん濁されるじゃん、でももう 99% 本物やん。とかここだけ 100% ほんまに持ってるなら 100% 本物で修理しただけ修理しただけ。あ、そうやな100% ほんまに本物のやつをハイブランドが使ってるホックで修理したっていう、これちょっと質屋さん持ってきたいわ。何件かはしごしたい本でしかも、で信用のできる質屋さんどこかっていうランキングも出てるそういう名前出したらちょっとややこしそうだけど、信頼できる質屋さんランキングトップ1はとか言うなできるよね、まあできるっちゃできるけど、モラルのあれが、でも多分分からんと思う。その技術で見るのか、その商品はこういうものとして見るんかで言ったら多分大きく判断できると思う。しかもハイブランドが使ってるホックっていうのがまたややこしくすると思うねんな。多分相当悩むと思うね、これ相当悩むと思う。なんか、日本なんか安物のホック使ってたらいや偽物やってなるんやろ。でもむっちゃその心眼して30年ぐらいのやつやったら多分マジでそこまで分かるかもしれない。ひょっとしたらほんまやけどこれホックだけ新しいの書いてますわ、だって板だってこれ新しいでしょとかこう言い出したら分かるよな。こう糸もちょっと今塗ったやつの糸と昔の糸が締まり具合が違うというか、もう入り込んでもそう分かるやつは分かるやろうけど、本物ではないっていうジャッジをしてたよな、か悩むかどっちかやな。悩んでるところみたいやん。ちょっとやってみようかな今度。